今週の徹子の部屋は2時間拡大のスペシャル版があります。この動画、徹子の部屋こぼれ話では番組でお伝えしきれなかったおこぼれ話をお届けします。番組に登場する5人の人生エピソードをほっこり、感動、涙、お茶目、名言の5つの切り口に分けてゆっくり味わっていきましょう。また、毎章ごとにあなたへの一言メッセージもあります。日々の暮らしの中で自分もまだまだ捨てたもんじゃないなぁと思えるヒントがきっとどこかに見つかるはずですので、合わせてお楽しみください。さて、今回の徹子の部屋スペシャルのゲストには、長年愛されるトーク番組にふさわしく、映画、東京タクシーで19年ぶりにタッグを組んだ木村拓哉さんと山田洋次監督、そして山田作品に欠かせない名優たちが登場します。共通のテーマは、人生を紡ぐ時間の尊さ。視聴者の皆様がご自身の人生を振り返りながら、笑いも涙もあるひとときを一緒に味わえるよう、優しくご案内いたします。今回お届けする5人と、そのエピソードはこちらです。木村拓哉さん、俳優アーティストとして、多くのドラマを彩り、近年は、映画東京タクシーで、再び山田組のスクリーンに帰ってきました。木村拓哉さんが語った19年ぶりの山田組復帰の裏側にちょっと胸が熱くなる小話があります。その詳細は後半の木村さんパートでたっぷりお届けします。また、幼少期に両親の支えで絵や音楽に親しんだエピソードや仕事に対する真摯な姿勢が印象的なおこぼれ話もお届けします。山田洋次監督、男はつらいよや幸せの黄色いハンカチなどの数々の名作で知られ、日本映画界を牽引し続ける名将。戦後の混乱の中で育ち、年齢を重ねても好奇心を失わない姿勢や、渥美清さんから贈られた、諦め悪く映画を作りなさいという励ましなど、胸に響く数々のエピソードや名言をお届けします。渥美清さん、ご存知寅さんこと、車虎次郎として国民的スターになった喜劇俳優。病弱な少年期にラジオや落語を聞いて笑いの世界に目覚め、肺を病んで右肺を失いながらも芸への情熱を貫いた人生の秘話をお届けします。倍賞千恵子さん、松竹音楽舞踊学校を首席で卒業後、下町の太陽で歌手デビューし、レコード大賞新人賞を受賞。男はつらいよ桜役としてもおなじみの名女優、都電の運転士だった父との思い出や、松竹歌劇団での下積み、渥美清さんや高倉健さんから学んだ人間性など、ほっこりするエピソード満載でお届けします。高倉健さん、福岡県中間市の炭鉱町に生まれ、幼少期は肺の病気で虚弱でしたが、戦後に出会ったボクシングと英語に夢中になり、明治大学在学中は、部活動を立ち上げる行動力を見せました。卒業後、喫茶店での偶然のスカウトから東映入りし、寡黙でストイックなスターとして活躍。陰では後輩や友人を支えた温かいエピソードと深い名言をお届けします。それではまずは、山田洋次監督の物語からご一緒に辿っていきましょう。そして後半では、木村拓哉さんの山田組に戻った本当の理由にも触れていきますので、お楽しみに。一人目、山田洋次監督。1931年、大阪生まれの山田洋次監督は、幼少期を満州旧大連で過ごし、戦後に帰国して、山口県宇部市に移りました。東京大学卒業後、松竹に入り、男はつらいよシリーズや、幸せの黄色いハンカチなど数々の名作を生み出し、日本映画史に大きな足跡を残しています。長寿の今も新作を撮り続ける姿勢からは、人生に対する尽きない好奇心と情熱が感じられます。第一章ほっこり、散歩と好奇心がくれる喜び。山田監督は年齢を気にせず、自然や人々への好奇心を持ち続けることが大切だと語っています。毎日の散歩では草花の生命力に目を留め、若者に追い越されても、君には見えないものが、私には見えているよ、
と心の中でつぶやきながら、ゆっくり歩く楽しさを味わうそうです。豊かな観察眼は映画作りにも活かされ、庶民の生活に潜む優しさやユーモアを描く源になっています。第2章感動、社会と向き合う映画を作り続ける力。監督は戦争と貧困を経験した世代として、幸せとは何かを問い続けてきました。バブル期の作品、男はつらいよ、虎次郎物語では、虎さんに、ほら、ああ、生まれてきてよかったなって思うことが何面かあるじゃない。ね、そのために人間生きてんじゃねえのかと言わせ、物質至上主義への疑問を投げかけました。夜間中学の教師を描く映画、学校でも、幸せって結局、金だろう。と正直に答える生徒に対し、本当にそうなのかと問い直すシーンを作り、大切なことを考え続ける姿勢を示しました。年を重ねても社会問題に向き合い、作品を通じて観客に問いを投げかける姿勢は、多くのファンを感動させています。第3章、涙。渥美清との絆と別れ。男はつらいよシリーズの主演。渥美清さんとは深い信頼で結ばれていました。渥美さんは体が弱く、子供の頃から学校を休みがちで、右肺を切除してからも芸を続けた人でした。そんな彼は山田監督に、山田さんはインテリだから粘り強い、諦めず映画を作りなさいと励まし、監督が悪評に落ち込んだ時には、自信のある人は謙虚にしていても、傲慢に見えるもの、と支えてくれたと言います。1996年、渥美さんの死によりシリーズが終了した時、監督は最愛の友との別れに涙しましたが、彼の言葉を胸に、新たな作品へと歩み出しました。やはり、山田監督の歩みを語る上で、寅さん、渥美清さんは、絶対に欠かせないですよね。実はこの、絆の話が、後半で語る、木村拓哉さんの物語にもつながっていきます。第4章お茶目、映画少年のような好奇心。若い俳優からアイディア満載の映画青年のようだと言われるほど、監督は常に目を輝かせています。散歩の途中で新しい発見があると、子供のように喜び、現場では役者のアドリブを歓迎しながら、撮影を楽しんでいるそうです。忙しい撮影の合間にスタッフと将棋を楽しんだり、お気に入りの小物を差し入れたりする姿は、映画作りへの純粋な愛情を感じさせます。第5章、名言。喜劇とは泣きながら作るもの。山田監督の名言には、人生の深みがあります。例えば、喜劇とは泣きながら作るもの、という言葉、笑いの裏にある悲しみや人間の哀愁を知っているからこそ、観客の心を動かす作品が生まれるのでしょう。また、青春時代にいくつ褒められたかで人生は決まる。淡々とした静かな人生を否定してはいけない。といった言葉には、人を認め、励ます優しさがにじみます。さらに、自分を取り巻く世界に興味を持ちなさい。年齢を重ねることで新しい発見がある。といったインタビューの言葉も、人生を前向きに歩むヒントになるでしょう。心の一言メモ。散歩の速度を落としてみると、これまで見逃していた美しさが見えてきます。慌ただしい日々の中でも、好奇心を忘れずに、一日一つ新しい発見を探してみませんか。2人目、渥美清さん。1928年、東京、知多に生まれた渥美清さん。本名は、田所康夫。父は地方新聞の記者。母は、元小学校教師でした。病弱で学校を休みがちだった少年は、家でラジオに耳を傾け落語を覚え、友達を笑わせることが楽しみでした。後に喜劇役者として全国に笑顔を届け、映画男はつらいよの虎さん役で国民的スターとなります。第一章ほっこり、ラジオに魅せられた少年期。幼少期の渥美少年は病気で長期欠席が多く、学校に行けない日々をラジオが慰めてくれました。徳川無声や落語を聞き、覚えた話を学校で披露すると、みんなが大喜び、友達の笑顔を見ることが生きがいになり、
後の芸人としての道を決定づけました。また、戦後の焼け跡では金属を換金して秋葉原でラジオの部品を買い、自分たちでラジオを組み立てたというエピソードもあり、機械いじりの楽しさを仲間と分かち合っていました。第2章、感動。舞台裏で支え合う仲間と家族。貧しい戦後、渥美さんは工場で働きながら旅回りの劇団に入り、喜劇の世界へ。1954年には肺結核で右肺を切除し、2年間の療養生活を余儀なくされました。それでも舞台への情熱を捨てず、退院後は酒やタバコを絶って節制に努めたそうです。病気に打ち勝った後、夢で会いましょうや男はつらいよで活躍し、共演者やスタッフへの思いやりを欠かさない姿勢で周囲を魅了しました。養女を迎え、家庭を築いたことや、共演者倍賞千恵子さんを妹のような存在として親身に支えたエピソードは、家族愛の深さを感じさせます。第3章、涙。戦争と貧困が刻んだ心の傷。渥美さんは、第二次世界大戦中に学徒動員で軍需工場に駆り出され、卒業後は東京大空襲で自宅を焼き出されるなど過酷な経験をしました。終戦後は家族を支えるために担ぎ屋や屋台の手伝いをし、芸人としての夢と現実の間で葛藤します。肺結核や胃の病気と戦いながらも舞台に立ち続け、1996年に68歳でこの世を去りました。彼の死によって、男はつらいよシリーズは幕を閉じ、全国のファンが涙しましたが、その生き様は今も多くの人の心に残っています。第4章、お茶目。人を笑わせることの喜び。渥美さんは舞台裏でもユーモアを忘れませんでした。体が弱いことを自らネタにして笑い飛ばし、撮影現場ではスタッフのモノマネをして場を和ませたといいます。フランス座時代には後輩たちに自作のコントをプレゼントし、役柄の枠にとらわれない遊び心で仲間を笑わせました。また、撮影の合間に大福や団子を差し入れて、甘いものでも食べて、元気だしな、と声をかけるなど、周囲への気配りも忘れませんでした。第5章、名言。それを言っちゃおしまいよ。寅さんの決め台詞。それを言っちゃおしまいよ。は、相手をたしなめながらも、ユーモアを忘れない渥美さんの人柄を象徴しています。映画では、寂しさなんてのはなあ、歩いてるうちに風が吹き飛ばしてくれら、という名言も登場し、寂しい気持ちを乗り越えることの大切さを説いた、山田監督が紡ぎ出す言葉を、渥美さんが魂を込めて演じました。また、晩年には、人間は悲しみを知るから笑える。笑いは生きる力なんだと語り、笑いの力を信じ続けました。彼の言葉は、今日を生きる私たちに、温かな光を投げかけてくれます。心の一言目も、笑いが持つ力は、辛い日々を乗り越える心の栄養です。どんな時も、誰かの笑顔を思い浮かべて、一歩を踏み出しましょう。3人目、木村拓哉さん。ご存知、SMAP の中心メンバーとして一世を風靡し、その後は俳優としてテレビドラマや映画に出演。2025年公開の映画東京タクシーで、2006年の映画武士の一分以来、19年ぶりに山田組に参加し、円熟味が増した人生の深みを表現しています。木村さんは今回のオファーについて、理由を探す間もなく、山田監督に呼ばれたら行く。そういう感覚だったと話しています。19年前の武士の一文で体験した山田組の現場は、役者を信じて、静かに寄り添ってくれる空気があった。だからこそ今回は、台本を細かく確認するより先に、監督がもう一本撮るなら、立ち上がらない理由はない、と、ほぼ即答で参加を決めたそうです。この、信頼があるから迷わず戻る、という姿勢が、山田監督と役者たちの長い絆にも重なりますよね。そんな木村さんの軌跡を、幼少期から現在まで振り返りながら、心温まるエピソードとともにご紹介します。第1章ほっこり、白い壁に夢を描いた少年。木村さんは東京に生まれ、
父親の仕事の都合で大阪や千葉に引っ越しながら育ちました。幼い頃、母親は好きなだけ描いていいのよと家の壁に白紙を貼り、息子が自由に絵を描けるようにしました。この家庭の愛情は木村少年の想像力を育み、後に芸術や料理、写真など多彩な趣味につながります。また、釣りやキャンプが好きな父に連れられ、自然の中で遊んだ経験が現在のアウトドア好きにも通じています。身近な家族の温かさが彼の人間的な魅力の基盤になっています。第2章、感動、努力で開いたスターへの道。15歳でジャニーズ事務所に入り、88年にSMAPとしてデビューした木村さん。少年時代は絵画コンクールで受賞するほど器用でしたが、芸能界では新人として地道な努力が必要でした。バラエティ番組での体当たり仕事やドラマアスナロ白書でのブレイクを経て、ロングバケーション、ビューティフルライフなど数々のヒットドラマに出演。撮影では台本を研究し、共演者やスタッフに感謝の言葉を欠かさない姿勢が評価されています。料理やバイクに情熱を注ぐ姿もファンに親しまれ、自ら手作りのギターをプレゼントするなど、裏方への思いやりが人の心を打ちます。第3章、涙。家族と共に乗り越えた試練。人気絶頂期にあっても、木村さんは常に家族を優先しました。2000年に歌手の工藤静香さんと結婚する際には、厳格な所属事務所の慣例を破って公表。ファンからの批判もありましたが、妻と2人の娘を守るため、毅然とした態度をとりました。家庭では良き父、夫として手料理を振る舞い、家族旅行を楽しむ姿がたびたび報じられています。忙しい中でのバランスの取り方は、働きながら家事をこなす視聴者に勇気を与えてくれます。第4章、お茶目。遊び心あふれる素顔。クールなイメージの裏側には、無邪気な一面もあります。2025年8月、映画グランメゾンパリの DVD 発売を記念したインスタグラム投稿では、金髪とサングラス姿で舌をペロリと出し、スタッフやファンへの感謝を伝えました。こうしたお茶目な表情や、撮影現場でムードメーカーになる姿は、彼が人を楽しませることを心から愛している証です。趣味のサーフィンやバイクでは、少年のような笑顔を見せ、後輩に料理を振る舞って楽しませることも多いと言います。第5章、名言。やるかやらないかは自分次第。木村さんの言葉には努力と感謝の精神が込められています。彼は、やるかやらないか、それだけで、できるかできないかより大切と語り、挑戦する勇気を持つことの大切さを強調します。また、手を抜くより、全力を出した方が疲れない。手を抜くと、後で後悔する、と仕事への真剣さを説きます。同時に、ありがとうと思ったら、年齢に関係なく伝えたい、という感謝の言葉も印象的です。これらの名言は、視聴者の毎日に元気を与えてくれるでしょう。心の一言メモ。木村さんが子供の頃に、母が貼ってくれた白い紙のように、私たちの人生も、いつでも新しい絵を描けます。失敗を恐れず挑戦し、感謝の気持ちを言葉にしてみましょう。ここまでの前編では、山田洋次監督、渥美清さん、そして木村拓哉さんの、ほっこり、感動、涙、お茶目、名言の物語をお届けしてきました。家族に支えられながら挑戦を続ける木村拓哉さん。年齢を重ねても好奇心を失わず、社会と向き合い続ける山田洋次監督。戦争や病と戦いながら、人を笑わせる喜びを信じ抜いた渥美清さん。それぞれの人生には、時間を大切に紡ぎ、周囲への感謝を忘れない心が、静かに流れていました。後編では、木村拓哉さんのこぼれ話パート2と、山田洋次監督ゆかりの俳優の続きとして、倍賞千恵子さんと高倉健さんのほっこり、感動、涙、お茶目、名言、この5つの物語をじっくりと味わっていきます。よろしければ、そちらも続けてお楽しみください。いいねとチャンネル登録をいただけると、
次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。